はい、どうも皆さんこんにちは。オーストラリアでねワーキングホリデー中のユタです。シドニー、オーストラリアに来まして、かれこれ1ヶ月経ちました。はい、最初のね2週間は自主隔離をしていたので、実質ね2週間経ったという感じなんですけども、オーストラリアに来る前にねニュージーランドで周遊旅をしていたので、お金がなくなってしまったと。でもねオーストラリアでも旅がしたいと、はい、ということで仕事をね探さないとなと思ったんですけども、なんとね、僕にぴったりの仕事を見つけちゃいました。動画のタイトルにもなってると思うんですけども、Uber Eats のね配達員です。これはねちょっとねずっと気になったんですよ。はい、日本にいる時からね、僕ね、数年前に、すごく自転車にドハマりしたことがあって、動画にもしたことあるんですけど、東京からね、自分の実家の、岐阜まで帰るっていうね自転車旅をしたぐらい、ご興味ある方はぜひねその動画もね見ていただけたらと思うんですけども、話を戻しまして、はい、自転車好きのね僕が前から気になっていた、この Uber Eats 配達員、はい、日本でもねこのコロナ禍の中で結構、都市部ではねおなじみになったんではないでしょうか。ここシドニーでもコロナ禍でね結構人気になったということで、今回ね Uber Eats ってね一体どれくらい稼げるのかということをね1ヶ月ちょっとねガチで検証してみたいと思います。実はねもう始めて1週間ぐらいになるんですけども、今日はね一体 Uber Eats がねどんな感じかっていうのをだけ紹介して、でね4週間しっかり働いてみて1ヶ月ねどれくらい稼げたのかお見せできたらと思っております。はい、それではやっていきましょう。レッツ Uber Eats。 はい、 Uber Eats ね始めるにあたってね必要となってくる自転車、これはね今回ね1週間50ドルでレンタルしてます。4週間なんでね200ドルですね。でしかもねこのレンタルは Uber Eats 配達員パックみたいなやつなんで、このねバッグとかも一緒に借りてます。はい、で初めて今回乗ったんですけども、このね電動アシスト付きの自転車なんですよ。はい、これがねもう原付みたいな感覚。はい、でこいつをねこうやって回すことによってなんかすごい進みます。はい、ウィーンっつってね、結構ねシドニー坂があるんで、その坂もね、上り坂もスイスイ進んでくれてねマジで助かってます。はい、本当はねロードバイクみたいなのが自分としては好きなんですけども、あれだとね、体勢的に食べ物が傾いちゃうんで、仕方なくねこれにしましたがね大正解でした。はい、こうやってね速度計とかホルダーとかもね、鍵とかもね一緒に込み込みで、1週間50ドルのレンタルです。はい、必要なのは、Uber ドライバーっていうねアプリを起動して、これをねオンラインにすると依頼がね飛び込んできてこう配達をするっていう感じですね。はい、ということでねこれからちょっと街の方に出てね配達のをしていきたいと思います。出たら来ましたね。これをタップするとこうやってね出てくるんで、こいつねこれからピックアップして配達しに行きます。はい、今ね土曜日でお昼時なんで、これからね忙しくなると思います。それでは行ってみましょう。すごい近かったな。お願いします。はい、今こうやってピックアップしたので、これをね今から届けに行きます。ピックアップして4分です。Thank you very much. はい、ということで、配達が終了でございます。という感じで、どんどんねやっていって、1ヶ月ねどんだけ稼げるかどうか、検証していきたいと思います。それでは頑張ります。Let's Uber Eats again。はい、というわけで1ヶ月が経過いたしました。
はい、といってもね、入りの動画が3月で今はね5月になっちゃってるんですけど、今回は、3月の頭からですね、4月の頭までね4週間、みっちりね UberEats をやってみました。ということでね、早速いくらね稼げたのか発表していきたいと思います。僕の4週間での稼ぎは3919.26 ドルでした。いやー、これねなかなかいいんじゃないでしょうか。はい。でね、ここから、バイクのレンタル費用ね、1週間50ドル、4週間でね200ドルですねを差し引いた金額は、3719.26 ドル、日本円だとねだいたい31万円くらいですかね。はい。ということで、もう少しね詳しく週ごとに内訳を見ていくとこんな感じになります。1週目は稼働時間38時間、売上高はね 1428.68 ドル、この週が一番稼げましたね、一番最初の週が。はい。で、2週目は稼働時間が20時間、売上高は800ドルでした。この週は洪水被害がね出るくらいニューサウスウェールズ州で、記録的な豪雨がありまして、あまりにもね路面の状況が悪そうだったので、やむなくね稼働することができない日がね何日もありました。はい。で、3週目稼働時間が 30.5 時間、売上高は 1048.58 ドルで、4週目は稼働時間 20.75 時間、売上高はね 642.21 ドル。この週はね土日の稼ぎ時に残念ながらね僕が体調を崩してしまって働けなかったので、この4週の中ではね最低の売上高になってしまいました。で、合計稼働時間は4週間で 109.25 時間で、収益はね 3719.26 ドルで、時給換算するとなんとね 34.04 ドルとなりました。はい。時給換算するとねなかなかいいんじゃないかなと思いました。はい。というのもね、オーストラリアでのね今の最低賃金、オーストラリアドルでね 24.8 ドル、日本円だとねだいたい2000円ぐらいなんですかね。はい。なんでそれをね10ドル近く上回っているっていうのは、かなりいい結果だったんじゃないかなと思います。はい。はい。でね、どんな感じで働いたかっていうと、週単位でね話すと、まずね、金土日はねすごい稼ぎ時なんですね、やっぱり。なんでそこはできるだけね、稼働しました。で、月から木曜日の間にね1日か2日程度体を休める時間として休もうかなということで休んでました。はい。まあでもね、今回のような災害のようなね悪天候が続いちゃうと働けなかったりだとか、僕みたいにね体調を崩してしまうと働けなくて、その間はね収入がゼロになってしまうので、そこはねあまり思うようにいかなかったんですけど、それをね理想としてやってました。はい。で、1日単位で言うと僕のね自転車のバッテリーが1日ね持たないので、充電も兼ねて昼の時間帯に 1,2 時間働いて、バッテリーのね充電と休憩を挟んで夜の時間にだいたい 3,4 時間働くみたいな感じでやってました。はい。というわけで、検証結果としてはオーストラリア・シドニーで1ヶ月 UberEats をガチでやると 3719.26 ドル稼げるという結果になりました。シドニーで UberEats 稼げるのっていうね問いには稼げますというふうに言っていいんじゃないでしょうか。はい。はい。ではここからはね、僕がねシドニーで1ヶ月 UberEats をやってみて感じたことをね、少し話していけたらなと思います。話したいことを大きく分けていくつです。まず1つ目はね、道がわからないね最初はね大変でした。はい。これはねどこで UberEats やってもそうなると思うんですけども、最初はね本当に Google マップに頼りっきりで効率がねすごく悪かったです。慣れてくるとねだいぶね道も覚えてきて Google マップに頼らなくてもね同じような店に何度も行けるようになるんですけども、最初の頃はね、Google マップに頼るしかないので、その通りにね行くと一本ね違う道に連れて行かれたりとかして何度もね迷うことがありました。はい。ということでね、1ヶ月以上僕がね続けた上で学んだね、配達する時のコツとしては、まず最初にね、Google マップである程度のね場所まで行きます。でそしたら UberEats のねアプリを開いて、そこの中にあるマップで配達先のストリート名を確認して、でそのストリート上でその番号をね探すという方法です。これがね一番効率がいいかなと思います。 Google マップはね今自分のいる場所とかはねリアルタイムですごくわかるんですけど、正確なね場所ってなると今のところは UberEats のアプリの方が正確なんじゃないかなと思います。あとはね、これはオーストラリアあるあるなのかなと勝手に思ってるんですけど、アパートのね個室に配達する場合もあるじゃないですか。その時に何階って書いてあるんですよ。レベル1と書いてあるんですけど、そのレベル1が1階にないんですね。1階というか地上にないというか、
2階にあるんですよ。そういうことがねあったりするんで、なかなかねややこしいところの一つでした。なんで最近はねエレベーターに乗るときに今ね僕自分が何階にいるのかっていうのをしっかり確認してから乗るようになりました。はい、2つ目、これはね稼ぎを、多くするためにはねプロモーションを活用するべきだという話です。 UberEats のね稼ぎには、大きく分けて2つありまして、1つはね普通の配達にかかる料金、距離とね時間で決まる料金があるみたいなんですけど、基本給みたいな感じですかね。それともう1個はねプロモーションっていうね方ですね。このプロモーションっていうのは、例えば最初に始めたばかりの人が初めのね10配達をコンプリートするとプラスでね$200もらえますよみたいなキャンペーンだったりだとか、時間帯やねエリアによって通常料金のね 1.3 倍とか 1.5 倍とかね割増してくれるブーストっていう時間帯のプロモーションだとか、他にはねクエストっていってある一定期間のうちに50配達をクリアするとプラスでねいくらもらえるみたいなのがあったりします。こういったのはね、なかなかねゲーム感覚でやることができてすごく楽しいですし、これがねあるのとないのとではかなりね稼ぎの方も変わってくるので、ある時はねぜひ活用した方がいいと思います。3つ目、これはね、シドニーはね坂が多いので電動アシストの自転車でね正解でした。電動ねアシストじゃなかったらね多分ね死んでました。たまに夜の終わりがけにね電池がねない状態で走らなきゃいけない時があるんですけど、そういう時はね本当にねただのバッテリーという重りを背負って、走ってるだけなので、普通のね自転車よりもね多分漕ぐのは大変で、本当にね電動自転車があってよかったなと思ったところです。レンタルバイク屋さんがねすごくたくさんあって、e バイクも借りれますし、プラスねたくさんそうやって UberEats やる人もいるんで、それに合わせたねパッケージの販売とかもしてるみたいなんで、そういったものを、ね、活用するといいと思います。4つ目、これはね、始める時と稼いだ後に少し面倒くさいという話です。UberEats ね配達員は個人事業主っていうね形になるので、始める時にね TFN っていうタックスファイリングナンバーっていう納税者番号っていうのを取った後にね ABN っていうオーストラリアンビジネスナンバーっていうね、個人事業主の事業者番号なのかなを取らなきゃいけなくて、それがね、簡単なんですけど、面倒いっちゃ面倒いっていうのと、あとね個人事業主っていうのもあって、稼いだお金はねタックスが引かれてないんですよ。税金が引かれてないので、それをね後々納めるために別に取っておかなきゃいけないっていうのが、それがねちょっと面倒くさいですね。5つ目、これがね最後なんですけども、稼ぎはね天候やそれから体調によってもね左右されますし、何よりね危険が伴う職業だってことです。これはね当たり前といったら当たり前なんですけども、今回のようにね大雨のようなね災害が起こった時だとか、自分がね体調を崩してしまったりした時はね、やはりその時は働けないので収入はねゼロになってしまうというところですね。でね自転車はねほとんどのところではね車道を走らなければいけないっていうところで気をつけてはいるんですけども、危ない面もありました。なんでね UberEats をねやろうかなと思ってる方はね、常に危険と隣り合わせだってことをね自覚しながら、やらないといけないなと思います。ということでね、今回は、シドニーで UberEats を1ヶ月みっちりやってみました。総括としてはねなかなか稼げますし、シドニーのね道にもかなり詳しくなるので、やっていってもねすごく楽しいんですが、その反面やっぱりね、いつも危険とは隣り合わせのね仕事なのかなと思いました。なんでねできれば他の仕事を見つけるまでのつなぎの仕事であるとか、そういったねスタンスでねやった方がいいのかなと思いました。僕もね、次のね仕事どうしようかなって今考えているところです。という感じでねだいぶ長くなってしまったかもなんですけども、いかがでしたでしょうか。この動画がね少しでも良かったと思ってくださった方はぜひねグッドボタンの方よろしくお願いいたします。あとね Twitter と Instagram の方もやってますので、ぜひねそちらの方もフォローしていただけると嬉しいです。僕のチャンネルでは3ヶ月間旅したニュージーランドでのね旅の動画や、今現在進行中のオーストラリアのねワーホリの様子をお届けしたいと思ってますので、ぜひねまだの方はチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。というわけで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆたでした。バイバイ。ゲーム感覚でできますし、あるのこういったのはねあるのとないのというのはかなりね稼ぎの方も違うな。これね途中で不具合が出てねバイクをね交換してもらいました。なにわのスピードマン鳴子小吉のレッドです。よいしょ。